この動画はワンハンドルバッグの後半の動画になります。まだご覧になっていない方はぜひ前半から続けてご覧ください。まず減らし目を始める位置にマーカーをつけておきます。真ん中の四角の真ん中、長編みと長編みの間の鎖、反対側も同じように真ん中の真ん中で、どちら側から始めても同じように真ん中が四角なんですが、一応この糸端が左側に来るようにして始めていきたいと思います。で、減らし目をするんですが、この縁の部分では減らし目をして、これ以降は下と同じように模様編みをしていきます。で、この縁の部分のイメージとして、すごく粗いイメージで正確ではないんですが、イメージとして見てもらうと分かりやすくなると思います。で、この四角と扇形がだいぶ幅が違うので、考え方としてこれが一つの単位、こっちは半分にイメージしてもらって、この一つの単位としたら、これも一つの単位、こっちも一つの単位で、減らし目をするときにはこっち側が縁で、ここで減らし目をするときには鎖2つとここで減らし目をして、次に四角、こっちに鎖があるときには同じようにこっちで減らし目、こっちはここが縁になる場合は鎖2つとここで減らし目、こっちも鎖2つがこっちにある場合はこことここで減らし目、それ以降は普通の模様、こっちもそれ以降は普通の模様。まずマーカーをつけた隣の長編み、マーカーの隣は長編み、この頭に針を入れます。新しい糸を持ってきて、これを引き抜いてしまいます。一回結んでおきます。これは後でとじ針で隠していきます。同じところに針を入れて、糸を引き出して、ここから鎖を2つ、1、2で、さっき見たようにここに四角を編むときには鎖2つとこの長編みで減らし目をします。減らし目をしたいので、この長編みを未完成の長編みにします。未完成の長編みは針に糸を絡めて、で、下の扇形の2本目に針を入れます。この扇形の2本目と3本目の上に四角を作ります。で、未完成の長編み絡めて2本目、糸を出して3本のうち
2本からだけ引き抜いて、もう一回引き抜かずに長編みを完成させずに、こことここで一度に引き抜いて減らし目、こういう感じの減らし目になりました。減らし目をしたところにマーカーをつけます。この引き抜いたところ、この横から見ると鎖2つの上で、次は四角。今この部分を編んだので、次は四角を作るために鎖1つ長編み、鎖1つ長編みで四角を作ります。これで減らし目と今までと同じ四角、次からも同じように下と同じように編んでいきます。四角には扇形、で次は扇形の上に四角、鎖一つまた長編みで四角、こういう感じで編んでいきます。反対側でもマーカーの手前で減らし目をします。この扇形の上には四角を作って、その隣では鎖2つで減らし目と四角なので、ここまで編んでいきます。減らし目1段目の終わりの方まで来ました。また扇形の上には四角を作ります。これで四角ができたんですが、このマーカーの延長線上では減らし目を続けて斜めのラインを作っていきます。なのでこの四角とその隣で減らし目、さっき見てもらったように四角の片方の長編みと鎖2つで減らし目で、今回はこっち側に鎖が来るので、こういう感じ、こことここで減らし目で、減らし目をするためにここを長編みではなくて未完成の長編みにします。四角のこっち側の長編みをちょっと戻って未完成の長編みで、次はマーカーの一つ手前、マーカーの隣は長編みの頭、このまま針を入れて糸を引き出します。ここから鎖を2つ、未完成の長編みと鎖2つ、これを一度に引き抜いて減らし目、これで四角のすぐ隣に減らし目で、普通ここは未完成の長編み2本を引き抜いて減らし目にするんですが、こうすると他とボリュームが合うので、
こっちの方がいいように思います。これでやってみます。で、次は減らし目の2段目。2段目は裏側から編んでいきます。で、2段目のために鎖を2つ裏返します。で、鎖の根元は減らし目をしたところ、その隣は四角。この四角の中に扇形の半分を編んで減らし目をします。さっき見てもらったように、こっちの幅が広いので半分に分けて考えてもらって、ここではこのパターン、こっちのパターン、鎖2つと扇形の半分、四角の中に扇形の半分を編みます。で、長編みにしたいんですが減らし目にしたいので、未完成の長編み絡めて四角3本のうち2本からだけ引き抜いて、鎖2つと未完成の長編み、これを一度に引き抜いて減らし目。今減らし目をしたところにマーカー、横から見ると鎖2つの上で、これで扇形の半分を編みたいので、これがこの長編みの代わり。長編みの次は鎖1つと長編みを1本、鎖1つ同じところに長編み、これが扇形の半分になります。それと減らし目。次からは下と同じような模様編みをしていきます。扇形の上には四角2本目、で、四角の上には扇形、このまま反対側のマーカーのところまで普通の模様編みを続けます。で、さっき減らし目をしたところとその手前で減らし目をしたいので、とりあえずここら辺まで編んでいきます。扇形の途中まで、反対側まで来たらまた扇形の上に四角、これで四角。次は1段目の端の四角に扇形の半分、ここにこの半分を編んで、ここで減らし目。この四角に扇形の半分で減らし目。四角を編んだら扇形の中に長編みを1本、鎖を1つで、もう1回長編みを編んで扇形の半分で、今回は
減らし目をしたいので、長編みではなくて未完成の長編み、未完成の長編みの後には鎖2つで減らし目。鎖を編むのは減らし目をしたところ、マーカーがついていたところに鎖を2つ、鎖2つ、一度に引き抜いて減らし目。これが扇形の半分と減らし目。こういう感じで、次は3段目。次の段のために鎖を2つ裏返します。で、次はここに半分の扇形があるんですが、さっきまでは扇形の3本目に長編みをしていて、ここの3本目はもうこの減らし目の上になっているので、この扇形の半分には編まないで、次の四角、この四角の中に4本の扇形を編みます。で、4本の1本目は減らし目にしたいので未完成の長編みにします。これで未完成の長編みと鎖2つ、一度に引き抜いて減らし目、鎖2つ、未完成の長編み、減らし目をしたところにマーカーで、四角の中に長編み4本の扇形にするので、これを1本目に数えて鎖、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み。これで長編み4本の扇形、こういうラインができてきました。次からは下と同じような模様を編んでいきます。扇形の上には四角、で、四角の次は扇形、これで四角のところまで編んでいきます。減らし目3段目の終わりの方まで来ました。扇形の上に四角を編んで、次は四角に扇形を編んでいくんですが、ここで減らし目をしたいので半分の扇形と減らし目にします。こっち側を鎖2つになるので、このパターン、長編みと鎖1つと長編みで扇形の半分、それと鎖2つで引き抜いて減らし目、四角の中に長編み、鎖を1つで、もう1本四角の中に長編み。ただここでは減らし目にしたいので長編みではなくて未完成の長編みにします。未完成の長編みで、この減らし目をしたところに針を入れて鎖を2つ、1、
2、これを一度に引き抜きます。これで減らし目、扇形の半分と減らし目で、次の段のために鎖を2つ裏返します。足元を見ると扇形の半分、扇形の半分の3本目にはもう鎖があるので、ここを飛ばして四角、この四角の中に扇形と長編み4本の扇形を編みます。ただその長編みは1本目の長編みは未完成の長編みにして減らし目にします。未完成の長編み、鎖2つ一度に引き抜いて減らし目、マーカーで、あとは扇形1、これで長編み4本の扇形。次はまた下と同じように編んでいきます。で、四角に扇形、で、端ではこの扇形の上に四角を作っていきます。で、四角と減らし目なので、こっちのパターン、四角と減らし目で、この長編みは未完成の長編みにして減らし目をします。扇形の2本目に長編み、鎖1つで、次の長編みは未完成の長編みで、前に減らし目をしたところは鎖を2つ、で、一度に引き抜いて減らし目、だいぶで、次の段のために鎖を2つ裏返します。で、鎖の下には四角があるので、半分の扇形、このパターン、まず四角に未完成の長編み、一度に引き抜いて減らし目、鎖を1つ、長編みを1本、これで減らし目と半分の扇形。次からは同じように編んでいきます。減らし目をしたところにマーカー、横から見ると鎖2つの上、扇形の上に四角、
で四角に扇形、で扇形の上には四角、でこの四角の後にすぐ減らし目をしたいので、長編み1本と鎖1つと未完成の長編み、未完成の長編みの後には減らし目のところに鎖を2つ、これを一度に引き抜きます。これで減らし目。次の段のために鎖2つで裏返します。でまた鎖2つの下には四角、半分の扇形を作ります。1本目は未完成の長編みで一度に引き抜いて減らし目、もう1本で、次は下と同じように扇形の上に四角、四角の上に扇形、長編み4本の扇形、4本目の扇形は未完成の長編みにして減らし目をします。次の段のために鎖を2つ、扇形の上には四角、1本目は未完成の長編み、四角を作ります。四角の上には扇形、で扇形の4本目は未完成の長編みにして減らし目をします。で次の段のために鎖を2つ裏返します。
扇形の上には四角、1本は未完成の長編み、引き抜いて減らし目で、もう1本で四角で、次は四角に扇形、半分の扇形にします。半分なので2本目は未完成の長編みで、鎖2つで引き抜きます。次の段のために鎖を2つ裏返します。で、ここでは目が残り少ないので、こっちでも減らし目、こっちでも減らし目、両脇ですぐ減らし目をします。で、鎖の下は扇形、ここではなくて四角に未完成の長編み、こっちで、鎖2つと未完成の長編み、一度に引き抜いて減らし目で、次はこの扇形の半分を編むので、もう1本長編み、その長編みを未完成の長編みにして、ここと引き抜きます。で、この前に減らし目をしたところ、1、2、これを一度に引き抜きます。これで減らし目で、今できたところと減らし目をしたところと2目になっています。こちら側ではこの2目になった状態で終わりにして、反対側で長さを調節します。ちょっと長めに残して切ります。15センチぐらいで糸を切ります。で、反対側も同じように編んでいきます。またマーカーの隣の長編みの上、糸を出してきて1回結んで、同じところ鎖を2つ、扇形の2本目、未完成の長編み、一度に引き抜いて減らし目、減らし目をしたところにマーカー、扇形の上には四角、次からは下と同じ模様編み、さっきと全く同じように編んでいきます。もう片方も同じように編んできました。残りは2目、こっちも2目、もし数が合わなくても途中で大体で合わせて2目にして細い部分を編んでいきます。その細い部分は鎖3つと長編みを1本、まず鎖を3つ、3つ目にマーカー、裏返します。鎖の根元の
隣、ここに長編みを1本、ここは前に減らし目をしてマーカーをつけたところ、鎖の根元の隣で長編み、鎖3つと長編み、次もまた同じように編んでいきます。鎖3つ、裏返して3つ目にマーカー、鎖の根元の隣に長編みを1本、ここは鎖の下から3つ目、2本の糸の下、これで鎖3つと長編みが1本、次また同じように鎖3つで裏返して下から3つ目にマーカー、鎖の根元の隣は鎖下から3つ目、こういう感じで細い部分を編んでいきます。細い部分を編んできました。でこの部分がちょっと長めなので、ここは短めの方がいいかなと思います。で今長編み4つ分ちょっと戻って、これぐらいでとじ合わせていこうかなと思います。ちなみに長さは6センチぐらいで、これは好みの長さにしてください。20センチから30センチぐらいで糸を切ります。これを鎖一つを編むようにして糸を切ります。でこの糸でこれを閉じ合わせていこうと思います。これだけなので針で簡単に合わせていきます。で1目ずつ合わせていきます。とこっちの1目と向こうの1目、ここに糸があるのでこのまま向こうの1目、で戻ってきて、でこっちの1目、こっちの1目は下から123、3つ目の鎖の2本の糸の下、でここでここがこの糸と結ぼうと思います。で一回この鎖一つでギュッとしたところをほどいて、ない方がフラットになりやすいと思うのでほどいてから、でこれをこう編んだりこう編んだりしながらしっかりと留めていきます。
で糸を隠して終わりにします。次は内側を編んでいきます。でこの糸も隠していきます。次は飾り編みをします。真ん中からスタートします。真ん中の四角の中に針を入れて糸を引き出してしまいます。一回結んでおいて同じところから糸を出します。鎖を一つ。今回は中長編みでゆるいアーチを作ります。一段ごとに作っていきます。今ここから糸が出ていて、次はここに真ん中の中長編み、ここ四角の斜め上、この三角になっているところに中長編み。中長編みは針に糸を絡めて3本を一度に引き抜いて中長編み。中長編みの次は鎖を一つ。同じところにもう一回中長編み。鎖を一つ。これで鎖と中長編みと鎖と中長編みと鎖。次は引き抜きます。次の段、今ここに中長編みをしたので次の段に引き抜きます。次はまた鎖一つ。針を入れる場所は次の段、ここ中長編みを一つ。鎖を一つ。もう一回中長編み。鎖を一つ。これで鎖中長編み鎖中長編み鎖で、次は引き抜きます。この段の次、でまた同じように次の段に鎖一つ中長編み鎖一つ中長編み鎖一つ鎖中長編み鎖中長編み鎖で、次は引き抜き編み。だいぶゆるいアーチで、次はまた中長編み鎖一つ。次の段に中長編み鎖一つ中長編みで、次の段、
ぐるっと編んできたら残りがこれだけになりました。ちょっと小さめになりますが、ここに一つアーチを作ります。ここで引き抜き編みをして同じところに中長編みをして数を揃えます。鎖、中長編み、で鎖で、最初の編み始めた四角に戻って糸を切ります。こういう感じで、糸を切って糸始末をします。で、この長さによって数がぴったりになったりならなかったりするんですが、大体で数を揃えてバランスが取れたら大丈夫です。で、これをこのまま後ろに入れてもいいんですが、この最初の鎖、ここは糸を出したところで、ここは最初の鎖、ここに手前から向こうに針を入れて、手元に戻します。で、裏で隠していきます。で、他の糸もこっちの針も同じように隠していきます。で、反対側も同じように飾り編みをしていきます。反対側も同じように編んで糸始末をしたら出来上がります。すごく可愛く出来上がりました。で、そこは広めです。サイズを測っていきます。横幅は約27センチ、深さは約21センチ、上から下までは約37センチぐらいで、そこは約24センチ、横は約7センチ。とても可愛く出来上がるので、よかったら試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。